それではね、体細胞分裂についてね、ちょっと詳しく見ていきます。大きくね、2つのグラフね、これから見ていきます。1つ目のグラフは、基本的なグラフですけども、ちょっと詳しくね、今回見ていきます。縦軸に細胞あたりの DNA 量、これは相対値です。ね、相対値っていうのは別にこれが、2g、4g って意味ではなくて、ここを2の量としたとき、その倍の4の量あるって意味です。で、なんでこれ1と2にしないのかっていうとね、もちろん1と2でもね、全く概念、全く同じになりますけども、ね、なんで1と2にしないかっていうとね、大抵ね、真核生物の、ね、染色体って、ね、こんな風に相同染色体の形で、ね、対になって染色体がね、存在していることが多いんで、それをね、ちょっとイメージして、ここがね、2っていう数字になっていますけど、別にこれ問題によって1と2になってても全然解き方は変わりません。縦軸ね、細胞あたりの DNA 量ね。で、横軸が時間。G1 期、ギャップの G ですね。G1 と G2 はギャップ。ね、もともとね、何やってるかよくわかんなかった時間的なね、ギャップの G っていうね、頭文字がついてますけど、ね、今ではね、この G1 期、G2 期めちゃめちゃ重大な時期だって分かってますよね。この S 期と M 期っていうのは、S 期が DNA 合成期に DNA を合成する時期。で、M 期が分裂期。ね、前期、中期、後期、終期、ね、細胞が分かれるね、まさに分裂してるね、まさに分裂してるなってね、目で見て分かるような時期がこの分裂期。ね、マイトシスっていう、あるに糸って書いて、有子分裂の時期って意味だけど、で、この S 期はね、シンテシス、合成の S ですね。DNA を合成するからね、DNA 合成期です。で、この S 期と M 期ってめちゃめちゃ重大なことやる時期なんですよ。ね、DNA 増やすんだけど、増やしすぎたらぐちゃぐちゃになっちゃうし、ね、これもね、細胞が分かれていくけど、ね、分かれ方ミスったら大変なことになっちゃう。ね、増えすぎても増えなくてもやばいことになっちゃうんで、その S 期と M 期に行く前にちゃんとね、チェックしてる。ね、S 期に進んでいいかな、ね、ちゃんと S 期の準備できたかなっていうのは G1 期。ね、M 期に進んでいいかなってね、これは G2 期。S 期と M 期のそれぞれね、準備をしたり、次のステップにね、ちゃんと進めるかっていう確認をしたり、ね、G1 期、G2 期、実はものすごい重要な、時期なんですね。で、G1 期、ね、G1 期の DNA 両2とした場合に、S 期はね、DNA 合成期なんで、だんだん DNA を合成していきます。そして、G2 期、分裂する準備をして、で、M 期、分裂期の前期、中期、後期、周期の周期でね、細胞あたりの DNA 量が半分になって、ね、また G1 期に入っていく。ね、分裂を続ける細胞はこんな風に続けていくわけです。多くの細胞はこの G1 期の進行を遅らせて、G0 期、G0 期っていうね、ちょっと、分裂周期から外れてね、もう分裂しませんよっていう時期に行ったりとかするんだけど、それはちょっと発展だね。もう分化してるね、もう役割とか機能をもう完全に持ってる細胞って、もう G0 期、もう分裂なんかしませんよって、細胞周期から俺は外れてますよみたいな細胞がいるんだけど、でもね、分裂をね、どんどん続ける細胞はこんな風に G1S、G2M、ね、G1S、G2M っていう細胞周期を繰り返してるわけです。で、ここまではちょっと基本的な内容だから、もうちょっとね、中身詳しく見ていこう。で、G1 期、ね、これ G1 期の DNA を表しました。ね、本当はこれ二重らせんになってなきゃおかしいんだけど、わかりやすいようにね、ビョンビョンってね、一つの鎖、二つの鎖で、ね、この二つ合わせてね、螺旋を巻いて DNA、ね、これを DNA としましょう。で、この DNA が S 期では増えていきます。ね、ここ、カッコしてありますけど、S 期での DNA の増え方、実はこれ、厳密な意味で言うと生物質の範囲外だけど、ちょっと見てみます。ヌクレオチド、ね、細胞の中にたくさんあるヌクレオチドっていうね、DNA の材料が、ここに取り込まれて、どんどんこのヌクレオチドが使われながら、審査、ね、新しい鎖が合成されていきます。面白いね。二重らせんがベリベリベリって剥がれて、そこに寄り添うように新しい鎖が作られていくんですね。これ発展生物で詳しく勉強します。で、どんどん新しい鎖が伸びていきます。もちろんね、ずーっとこの間中、細胞の中にあるヌクレオチドがどんどん使われていきます。で、やがて、1本、2本の DNA が、ここでね、ベタッとくっついたような形になって、DNA が生じます。さっき、1本だったけど、2本にね、合成されています。ね、DNA 量2だったのが、4になっています。気をつけてね、ここで1本、ここで1本だからね、二重らせんの鎖を分けて書いてるけど、ね、ここで1本の DNA、ここで1本の DNA。だからこれ2本の DNA ね。これとこれで2本の DNA ね。これで1本、これで1本ね。これで1本、これで1本ね。で、2本の DNA が勝手に分かれないようにね、実はタンパク質でベタベタにくっついてますけど、それはまた大学生の話です。で、
これね、基本的な体細胞分裂のね、概略を書きました。ね、前期に角膜消失、中期に赤道面に、染色体が並んで、でね、防水子がね、染色体の同源体にくっつく。ね、こんなラグビーボール状のね、構造を防水体って言いました。で、後期にはね、染色体がね、ここで分かれてね、ここで分かれて、染色体が移動していきます。で、周期には角膜がまた現れて、で、細胞質分裂が完了しておしまい。で、ここね、いきなり M 期の終わりにストーンってね、DNA 量が半分にストーンって落ちてるけど、これなんでストーンって落ちてるかっていうと、例えばさ、これ見て、1部屋あたり2人いるね。1部屋あたり2人いるね。で、1部屋っていうのはこれだ。ね。その中に2人人がいるね。で、ちょっとここに短い壁があっても、やっぱり1部屋あたり2人って僕ら数えるね。だけど、このちっちゃい壁が、だんだん大きくなって、こんな風に、部屋を完全に仕切った瞬間に、これ、1部屋あたり1人っていう風に、1部屋あたり1人っていう風に計算するね。これも同じように、だんだんここがくびれていって、ね、動物細胞の場合ね、細胞質はこうくびれていってね、くびれで二分されますからね。まあ、植物細胞は細胞板っていう板がね、この真ん中にできて二分されますけど、動物細胞はだんだん細胞質がこうくびれていって、ね、このくびれていって、まだ一つだよ、まだ一つの中に DNA が1234、DNA 量は4入ってるね。まだ一つの細胞の中に DNA 量は1234で4入ってるけど、このくびれがピタッとここくっついた瞬間に、これを一つの細胞と数えるんだよね。そうすると、これを一つの細胞と数えると、DNA 量はこれ2になるね。ここに DNA が1本、2本、3本、4本入ってて、で、この仕切りが完成する前は、これを1部屋と数えるので、ね、1部屋あたり DNA 量は1234だけど、このくびれが進んでいって、くびれが進行していって、で、ここに仕切りが完全にできた瞬間に、これが1部屋、ね、1部屋あたり DNA は2ってことになるね。こんな風に仕切りができた瞬間に、1部屋あたりの DNA、細胞あたりの DNA 量を2っていう風に数えるんで、ここがね、ストンって落ちてるような形になります。DNA の合成は一瞬では分かんないよ。DNA の合成ってめちゃめちゃ大変な作業なんですよ。様々な酵素が使われるんで、DNA の合成はまっすぐ上に上がっちゃダメね。DNA の合成はゆっくり行われて、そして G3 に突入し、で、前期、中期、後期、周期で、周期の最後、細胞質分裂が終わる瞬間に、1部屋の数え方が変わるんで、DNA 量が2に戻って、またね、進行していくっていう、こんな感じになります。ここに書いてあるのはちょっと難しい話で、複製された2本の DNA、これが1本2本だね。複製された2本の DNA を姉妹染色分体って言ったりします。これ、もう教科書からほぼ消えた言葉なんで、まあ、括弧してあります。で、同型同大の染色体、ね、同型同大の染色体を相同染色体って言います。DNA がいっぱい増えるように見えるから、なんかね、ごちゃごちゃになっちゃいがちだけど、でも区別して、1本の DNA から、S 期に DNA 合成が起きて、2本になったもの、ね、これとこれは姉妹染色分体。で、それが細胞の中見ると、同型同大の、ね、染色体が、まあ、これは1対しか描いてないけど、ね、2対、3対、4対いっぱいあって、で、同型同大のものを相同染色体って言います。ね、ここちょっとね、区別しましょう。で、こちらね、自分でね、このグラフを描けるように何回も自分で書いてみましょう。まあ、この図もね、書けるようにならなきゃダメかな。自分でこれ書きなさいって問題があり得るから。で、こっから先はちょっと発展だけど、これ最後の、この時期が、もう受験勉強を始めた人は、この時期が、なんか揺れてちょっと嫌な思いしたことないかな。僕高校生の頃、これがちょっと後ろに出たり、ちょっと前になったり、なんかね、何これもう問題ごとになんかここ揺れんぞってね、なんかちょっとイライラしたね、思い出があるんだけど、実はね、その話は実はこんな話があるんだね。
もうね、このグラフはね、高校教科書ほぼ全社がこんな風な考え方を採用してるんで、これでマスターすれば普通に大学合格できるんだけど、こちら、細胞1個あたりの DNA 量。ね。で、黄色く書いてあるのは、各1個あたりの DNA 量。何が違うんじゃいっていうと、細胞1個あたりと各1個あたりで仕切りの種類が違うんですよ。細胞1個あたりは、仕切りはここだね。細胞質分裂の完了だ。各1個あたりで数えるってことは、各1個あたりって数えるときは、角膜の仕切り、ね、角膜の完成が、2つの角が生じたっていうふうに、考える瞬間なんですね。こちらご覧ください。各1個あたりの DNA 量って、角膜が完成した瞬間、角膜が完成した瞬間に、2つのお部屋に分かれるっていうふうに考えるんで、こんなふうに、ちょっと早いんですね。角膜完成してから細胞質分裂って完了するんで、で、この細胞1個あたりの場合は、こんな風に、細胞周期進んでいって、最後、細胞質がここで完全に分かれるときに、カクンと落ちる。ね、ここで仕切りができる。だから、角膜っていう仕切りができるのと、細胞質分裂が完了して、ね、細胞が先に分かれるので、時期がこれ、ずれるんですね。角膜の形成が起こった後に、細胞質分裂が完了するんで、角膜の形成が起こった後に細胞質の分裂が完了するんで、ここにちょっとズレが起こるんですね。じゃあ、だから問題文とか教科書とかによって、ここがね、ちょっとずれることがあるんですね。まあ皆さん、多くの高校生は全く気にしなくていい。全く気にしなくていいです。でも気になりますよね。ね、これどっちが周期なんですかね。ここが周期の終わりなんですか、ここが周期の終わりなんですかね。全然ね、統一されてません。人によって言い方変わります。ここを周期の完了とするか、ここを周期の完了とするか、辞書や大学の教科書、資料集間で意見が変わります。なんで、あんまり、細かく覚えなくていい。ただ一応大学ね、生命科学系に進む人のために、大学の一番、最も有名な教科書の一つ、セルの解釈はどうなってるかっていうと、M 期には、1、2、3、4、5つのステップが存在するとしています。前期、中期、後期、周期、そして周期の途中から始まる周期の後に続く細胞質分裂のステップ。だから大学に行ったらね、M 期は1、2、3、4、4つじゃなくて5つ。前期、中期、後期、周期、そして細胞質分裂。このね、5つのステップ。そして細胞質分裂は、前期、中期、後期、周期で、細胞質分裂は周期の途中からこう始まるっていう。これが細胞質分裂ね。そんな考え方をします。なので、皆さんは全然気にしなくていい。これで OK ね。こうやって答えるね。答え方分かんなかったら絶対教科書に合わせる。いいかな。この M 期の最後にカクンと落ちる。ね。M 期の最後は細胞質分裂の終わり。ね。だから、ここがね、ここが周期の終わりとしてよい。まあね、いろんな考え方あるってことを頭に入れて、当日ね、あんまり混乱しないように。で、こちらね、発展としてね、こんなグラフも扱ってみますね。よくね、質問受けるんで、これわけわかんないよね。なんか山が2つあって、何みたいな。こうやって進んでいくのみたいな。なんだみたいな。でも注意しなきゃいけないのは、これ横軸が時間じゃないんですよ。縦軸細胞数、横軸 DNA 量で、これ縦軸も横軸も時間を表してないんですね。つまり、DNA 量2の細胞がこんだけあったぜ、DNA 量4の細胞はこんだけあったぜっていう、そういうグラフなんですよ。これ一体何なんだと、ね、いきなり問題文でボーンって出てきて、なんかね、答えよって言われるからびっくりしたと思うんだけど、これどういう意味かっていうと、これ見て、これ細胞がいっぱいあるね。細胞いっぱいあって、これさ、G1 期どれ？ G1 期。わかんなくね？これ見たときに G1 期どれかわかんないでしょ。いや、わかるよ。だって G1 期は間期だからって。でもさ、これも間期だよ。どれが G1 期かどうやって判断するの？ね、赤道面に染色体が並んでれば、分裂期中期だ。ね、角膜消失してるね、前期だとかね、わかるかもしれないけど、でも間期が G1 期か G2 期か S 期かってわかんないでしょ。だけど DNA がピカピカ光ってくれればわかるよね。DNA がね、もしね、夢のような話だけど、DNA がピカピカ光って、DNA がピカピカ光って、
眩しければ眩しいほどいっぱい DNA があるとか、あんまり眩しくないな、DNA が少ないなってね、DNA が自分はここにあるよってピカピカ光ってくれれば、DNA の量分かって楽しいね、夢のような世界だね。で、それをやってしまおうというんですね。DNA を蛍光色素で染色します。DNA に蛍光を発する色素をベタ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 くっつけます。そうすると、DNA 量が大きいほど、蛍光の量が大きくなるんで、ビカ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 蛍光を発するものほど多くの DNA を持ってるってことが分かります。その結果が実はこれなんですね。この原理はね、あんまり覚えなくていいけど、めっちゃビカビカ光ってる DNA、めっちゃビカビカ光ってる細胞がこんだけありました。ね。あんまり光ってない細胞がこんだけありましたっていう。この DNA 量はこのビカビカ光る量で、判断してるんですね。なんていうのホタルをいっぱい持ってれば、いっぱい光ってるみたいな。なんていうか、ホタルが何匹いるかわかんないけど、ピカ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 ものすごい光ってれば、ホタルいっぱいいるってわかるみたいな。めっちゃ光ってるって。DNA めっちゃ持ってるって。だから、DNA 量2持ってる細胞がこんだけいたりとか、DNA 量4持ってる細胞がこんだけあったりとか、もちろんね、DNA 量2から4の間、2から4の間、こういうね、2.3 とか 3.8 とか、中途半端な DNA 量を持ってるやつらは全部 S 期。なんでかっていうと、2から4に今増やしてる途中だから。ね。2から3ね、3から 3.1 ね、3.8 っていうふうに DNA を2から4の間に持ってるのが今まさに増やしてる S 期ってことが分かります。で、G2 期と M 期はこのデータからは、ね、区別できません。他にね、いろいろ、条件がないと、ね、G2 期と M 期は、判断できません。G2 期と M 期は、どっちも DNA 量4持ってるんで、他にのね、観測条件がないと、このうち、どんだけが M 期でどんだけが G2 期かはね、判断できません。で、だからね、これ、でも先生ね、これね、なんかピカピカ光ってその量、なんかちょっと厳密じゃなくないって、なんか、だってこれ、ね、何ヌクレオチドあたり何分子つくんですか、この、ね、蛍光色素がね、なんか、厳密じゃないよね。だってこの辺とかなんか、データ荒くないみたいな。なんかちょっとずれてるよみたいな。でもさ、別にデータ荒くたっていいんだよ。だって見てごらん。3ステップしかないんだよ。DNA 量2持ってるやつ、4持ってるやつ、その間、この1、2、3、3ステップしかないから、そこまで超厳密に DNA に何ヌクレオチドの DNA かなんて、何塩基質の DNA かなんて求めるような、ことしなくていいんだよ。何聞かさえ分かればいいんだから、この辺の DNA を持ってるのが G4 期、ね、この辺の DNA を持ってるのが G2 期と M 期の合算。で、この辺の DNA を持ってるのが S 期っていうふうに、ざっくり分かれば細胞周期の時期が分かるんで、そんな何塩基対か調べましょうっていう実験ではこれ実はないんだよね。ないんですよね。で、こんな風にね、2つの大きなね、グラフをね、ちょっと解説してみましたね。これは気にしなくていいかな。もうこんなとこね、問うね、大学ね、ほんと一部の世代しかないんで、あんまり気にしなくていい。角膜形成と、でも、角膜できてから細胞質分裂が完了するってことは、めちゃめちゃ基礎的な知識なんで、知っとくこと。ね。あとは、この辺ね、ガクッと落ちるね、仕切りが完成したら、1部屋あたりの数がポッとね、変わるってね。まだ1部屋あたり2人、ね。まだ1部屋あたり2人。で、この仕切りが完成した瞬間に、ね、1部屋あたり1人になるっていうね。あとは確認すればいいかな。ね、これがちょっと難しいね。ここがちょっと難しいね。見て全然わかんないようなね、なんだよ、G1 期かな、それとも S 期かなって、なんか、角膜が邪魔でわかんねえよって時に、ね、このね、蛍光色素を使うと、それぞれの時期の細胞の数がわかるっていうね。以上。で、このね、それぞれの時期の細胞数が分かれば、ね、で、細胞数が倍化する細胞周期の全体の長さを別に求めて、で、全体の数に占める、例えば G1 期の数の割合は、細胞周期全体に占める G1 期の長さの割合と同じになるから、ね、G1 期の長さまで、実はこれで求めることができるっていうね。実際そういう入試問題が多いけど。じゃあ、ちょっとね、体細胞分裂の、体細胞分裂の、2つのね、グラフについてちょっとね、詳しく解説してみました。